皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国は新型コロナウイルスの脅威をあまりにも甘く見ているという話をしようと思います。前回の動画において私は、韓国においては新型コロナウイルスに対する飲み薬の契約が全然進んでいないということが今後問題になるだろうという話をしました。というわけで今回は韓国が今どれくらいの数飲み薬についての契約をしているかについてのニュースをお届けしようと思います。日本と比べると2桁低い水準であり、韓国政府の新型コロナに対する危機感のあまりにもなさというものを象徴しているようなことだと私は思います。韓国におけるそのような状況とともに今後感染の主体となるオミクロン株についての脅威度についてのニュースというものが少しずつ出てきているので改めてそれに注目しようと思います。なお今回の動画においてはまず飲み薬についての話が出てくる関係で2つの名前を何度となく連呼することとなります。それはファイザーの飲み薬はパクスロビド、そしてメルク社の飲み薬はモルヌピラビルです。パクスロビドとモルヌピラビル、この2つの名前を連呼しているだけで舌を噛みそうなほどの名前なわけですが、実際今回の動画の中においても甘噛みしていてもそのあたりちょっと気にしないようにしてください。というわけで今日の関連ニュースを見ていきましょう。韓国政府ファイザー経口薬を来週緊急許可へ、導入時期発表は延期。韓国防疫当局は現在まで政府が確保している経口治療薬は40万4000人分だ。メルク製モルヌピラビル24万2000分については契約を締結し、ファイザー製パクスロビド7万人分については購入約款を締結したと明らかにした。韓国が現在まで確保した量は先進国に比べて少ない。外信によると、アメリカ食品医薬品局 FDA から緊急使用許可を受けて関心を集めているパクスロビドの場合、アメリカは1000万人分、イギリスは275万人分、日本は200万人分を確保している状態だが、韓国は7万人分の購入約款締結にとどまっている。パクスロビドは入院死亡リスクの減少効果が 88% で、モルヌピラビルの効果 30% よりはるかに高い。防衛当局は経口治療薬が自宅療養患者にとって有用な手段だと見ている。静脈注射方式の治療薬とは違い、医療人の処方さえあれば患者自身が飲むことができるからだ。治療薬の価格について政府は非公開契約であり交渉が進行中なので具体的には言えないとしている。ただしアメリカ政府はパクスロビドの場合、患者1人が飲める1回分30錠を日本円で約6万円、モルヌピラビルは日本円で8万円前後で契約したと言われる。現在の新型コロナウイルスの感染状況を見ると、今後の感染はオミクロン株へと入れ替わることが確定的な状況です。そのオミクロン株の入院リスクについての情報はこちら。オミクロン株入院リスクは50から 70% 低い。イギリス保健当局。新型コロナウイルスの変異株オミクロンに感染した人が入院するリスクは他の変異株に比べて50から 70% 低いとする大規模調査の結果をイギリス保健安全庁 UKHSA が23日に発表した。保健安全庁はこの初期の発見は勇気を与えるものだとした。一方で、それでも多くの人が入院することもあるだろうと指摘した。この調査結果ではまた、ワクチンのブースター接種の10週間後からオミクロン株の感染を防ぐ効果が薄れていくことも判明した。ただし、重症化を防ぐ効果はもっと長く続くとみられる。今回の調査は南アフリカ、デンマーク、イギリス、イングランド、スコットランドの調査に続くもの。それらの調査もすべてオミクロン株は重症化リスクが比較的低いことを示している。この調査は11月以降にイギリスで確認されたすべてのオミクロン株とデルタ株の感染例を分析したもので、オミクロン株で入院した132例や感染発覚から28日以内に亡くなった14例も含まれている。分析の結果、オミクロン株の感染者について以下のことが明らかになった。救急治療を受ける確率は31から 45% 低い。治療のために入院する確率は50から 70% 低い。しかし、オミクロン株は感染力が高いため、症状は軽くてもなお、病院に負荷を加えることになると指摘している。症状が軽いという利点が、オミクロン株の感染者が増えすぎることで、相殺されてしまうという問題も残っている。イギリスでは23日、新たに11万9789人が新型ウイルスに感染し、1日あたりの最多記録を更新した。陽性判明から28日以内の死者は147人だった。ラボでの研究で
感染の仕方の変化も明らかになった。オミクロン株は肺の組織よりも気道から感染しやすく、そのために他の人に移りやすい。その反面、肺の繊細な組織からは遠いため症状が軽いという。まず最初に言っておかなければならないことがあります。今回ご紹介した新型コロナウイルスに対する治療薬、その飲み薬なのですが、ファイザー製とメルク社製のものが出てきました。この2つの薬についてはそれぞれ有効性の違いがあります。ファイザー製のものが基本的にはメルク社製のものの2倍程度良い効果が期待できると考えてください。じゃあ全ての薬をファイザー製にすればいいじゃないかといった考え方もあるとは思いますが、現在のところそうは簡単にはいきません。というのも、薬の製造というものは今取り掛かってさあ注文のものを全て一気に作れるぞなどということは基本的にはないからです。ファイザー製のものについてはある程度大口の契約者であるアメリカや日本のようないわば上得意のお客様から順番に出荷されていく関係で、契約してお金さえ払えば自分が優先的に薬を受け取れるというわけではないのです。ですからファイザー製のものが良いんだからファイザーだけ契約すればそれでいいんだと思って今から契約したとしても自分のところに出荷が回ってこないという現実が起こりうるわけです。ですからたとえ期待できる効果が半分だったとしてもメルク社製の薬を契約して薬の供給を受けた方が基本的には治療対応に使えるわけです。なお韓国はファイザー製のものを7万人分の契約したと言っているわけですが、私はこれはあまりにも少ないと思います。韓国の人口は日本の半分以下ですから、契約数が半分以下であればそれは別におかしいことではないのですが、日本において200万人分を契約したというその比較において7万という数はあまりにも少なすぎるでしょう。韓国政府はそのような批判に対していやいやこれからもっともっとたくさんの契約をするんだぞと言っていて、その実一体何が起ころうかとしているかといえばプラス16万の契約も取ってくるんだぞということを言っているそうです。合わせても23万ちょっとですから、やはり日本の200万とは桁が違います。韓国政府の新型コロナウイルスに対する脅威の判定といったものは明らかにおかしいと言えるでしょう。何しろ日本の場合だと今新型コロナの感染状況としては沈静化している状態で、そのような状態の時に今後起こる感染の爆発に備えて治療薬を確保するのがいいなということから200万人分を契約しているわけです。一方で韓国において今何が起こっているかといえばデルタ株の感染爆発により実際に医療崩壊が現在進行形で起こっている国であり、そのような状況なのにもかかわらず危機感があまりにもなさすぎると言えるでしょう。なお韓国においてはこの感染状況おそらくは峠を越えたのではないかと言われています。韓国においては亡くなる人が1日100人程度、そして病院に入院することを待っている人の数というものが一番多い時期では1000人程度だったわけですが、これが300人から400人程度まで落ち着いてきたそうです。つまり1日100人程度の人が亡くなるので、それによってベッドが空き、そして入院を待っていた人たちがそこに入り、そしてまた翌日100人程度が亡くなるといったことを繰り返すことによって入院の待機者がどんどん減っているわけです。ちょっと恐ろしい話ですが、少なくともそのようにして韓国では最悪期を抜け出したという話がこれから出てくるでしょう。そしてこれからの話ですが、感染の主体はデルタ株からオミクロン株へと移り変わってきます。この動きは基本的に止まることはないでしょう。おそらくデルタ株は数ヶ月もすれば、そんな株も昔あったねぐらいのレベルへと追いやられることでしょう。アルファ株やベータ株と同じ運命です。そしてオミクロン株にこの感染の主体が移った時に何が起こるかといえば、それは感染力が高いのだから感染者数は多い。しかし入院のリスクそれ自体は以前よりはマシになったというこの2つの現象を理解する必要があります。例えば入院のリスクが 30%、40%、50% 程度下がっていくよという、これは嬉しいニュースなわけですが、一方において感染力が強いために、例えば感染者数が10倍になりましたといったような極端な数値を記録するようなことになれば、重症化する人数その絶対数が上がってしまうわけです。ですから私は以前の動画の中でこれから見なければならないデータというのは、総感染者ではなく入院が必要な人数、そしてその入院を受け入れる病床の使用率というものが一番大事だという話をしました。そしてそのような病床を確保するために非常に重要なのが今回取り上げた飲み薬です。これまでも新型コロナウイルスに対する治療薬といったものは出てきているわけですが、それらはほとんどが点滴のような医療関係者の関わる形での使用でした。ですから飲み薬が治療薬として使えるようになれば、極端な話、オミクロン株
株に感染しましたね。あなたは少し症状が重いようです。もしくは重症化リスクが高い年齢ということもあって、飲み薬を出すので自宅でまずは飲んでみてください。なんていうことも今後は可能になってくるわけです。今のところ、日本国内においては、メルク社製のモルヌピラビル20万人分が国内の各拠点病院などに配備されるようです。これらについては一応リスクの高い人たちに処方しようという話になっているわけですが、飲み薬が特に潤沢に行き渡るようになればもっと軽症段階から広く使われるようになり、オミクロン株でたとえ感染者数が増加したとしても、入院する人のその総数を抑えることができるのではないかと思います。ですから、感染者数が多い大変だという前に、それらの人たちの中から重症患者をどれだけ出ないようにするか、そのための飲み薬の確保というのは非常に重要なことだと思います。今後オミクロン株が感染の主体となっていくことを考えると、このような飲み薬をどれだけ確保しているか、韓国政府と日本政府のその対応の差といったものが、おそらくは国民の健康や安全にかなり関係してくるのではないかと私は思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。